Konnichiwa, Daniel des. Hoje o Gakujin traz para você um cavaquinista, que beleza. Sakae Daidoji. Dai-chan do Cavaco interpreta um standard do choro, a música Queixa Antiga. Para saber mais, links na descrição. Com vocês, Dai-chan do Cavaco, Tanoshin Kudasai. Oi gente, tudo bem? Sou Dai-chan do Cavaco. Hai, 皆さんこんにちは。私はこのブラジルのカバキーニョというね楽器を弾いております、大道寺栄、大ちゃんと呼ばれております。よろしくお願いします。はい、私のですねまず音楽との出会いなんですけど、思い返すと中学校2年ぐらいですかね、当時ねだんだんこう洋楽とかを聴くようになって、それでテレビでハードロックをねそこで聴いたわけです。でちょうどマイケル・シェンカーっていうねこういう V 型のギターを持ったギタリストなんですけど、その人を見てなんかこのサウンドかっこいいなと思ったわけですね。で実はその1年後ぐらいにヴァンヘイレンが1984っていうアルバムを出したんですね。エドワード・ヴァンヘイレンもギターねもうこういうですとかいろいろもうかっこよくて、とにかくサウンドもかっこいいしギターかっこいいし、うわこれはすごいなっていうことでエレキギターをですねそこで手にしてロック少年だったんですね。でそれでロックを始めてエレキギターをこう弾いて、それで高校になるんですけど、高校になってだんだんそのハードロックからですねヘビーメタルとかがどんどん好きになって、アイアンメイデンとかですね、あと日本のラウドネスっていうバンドとか、そういうのをやるようになりました。それで、高校を卒業してですねこの後ブラジル音楽との出会いにこうなっていくんですけど、実は高校を卒業してもうプロのミュージシャンで、それもギターでスタジオミュージシャンにねなって、生活していきたいと思ったわけです。でそれで高校を卒業してやっぱりスタジオミュージシャンになるためには、いろんなことをねいろんなロックだけじゃなくてファンクとか、ジャズとかブルースとかそういうのも弾けるようになっていたいなと思いまして、専門学校に入れてもらいました。でそれで専門学校で、いろいろこう学ぶ中である時何でも吸収しようと思ってましたから、ドラムの先生がですねやっぱりギタリストも打楽器をやった方がリズムが良くなるよって言われて、でそこでそのドラムの授業もちょこちょこっと覗きに行ったりしたんですね。そしたらその先生がある時に最近サンバチームに入ったっていうんですよ。でそのサンバチームではメンバー募集してるね。でギタリストもやっぱりこう太鼓リズム楽器やるともっとねリズムが良くなるよなんてことを言われて、そのサンバ全然興味なかったんですけど、とりあえず行ってみようかなということで、そのチームの練習に行ってみました。それで1年間はそのタンボリンをやって、でその翌年からこのカバキーニを実はちょっと手を出したんです。でそれでやってたんですけど、実はこのカバキーニやってる人が一人しかいなくてですね、ギターもやってたこともあってできるんじゃないかということと、これをやったらなんかもう少しこうねチームの中にスッと馴染めるんじゃないかと、案外こんな理由なんですね。だからカバキーニのことも正直全然好きでもなんでもなかったっていうのが正直なとこですね。でそれがこのカバキーニを始める一番の初めのきっかけになりました。ただ当時はそんなに訳も分かってなくて、なんか将来を弾いてても何のことやらっていうのが正直だったんですけど、でそこから、時が経ってですね活動していく中に2003年に私のこのカバキーニョの師匠がリオデジャネイロにいますルシアナ・ハベーロさんっていうね、方で、実はその人のアルバムとかずっと聴いててすごいかっこよくて、で他の演奏者とこうね、バッキングっていうのか、リズムを奏でるのも全然こうちょっと違くてすごく憧れてたんですね。で2003年にリオに行った時にその人のお家に遊びに行かせてもらえることになって、それで、日本から来たわけのわかんない若造会ったことないですからね。で人を介して紹介してもらって行ったんですけど、でお家に行ったらですね昼ぐらいに着いたんですかね。もうそこから夜までもう謎のね日本人が現れて、
言葉も全然喋れなかったんですけど、まあとにかくもうずっと夜まで一緒につきっきりでですね、演奏を教えてもらって演奏してくれて、でその時にですよ、そのルシアーナさんが目の前で一発ボーンとこう弾いてくれたんですけど、もうその時に出てきた音がもう衝撃で、自分の知ってるカバキーニョの音じゃなかったんですね。それでカバキーニョってこんなすごい音が実際に聞くと、生でやっぱね聞くと大事ですね。こんな音がするんだ、すごいな、もうなんか鳥肌どころじゃなく、もうなんか女王みたいな大変なことになってですね、でそこからですね、もう完全にそこから自分のカバキーニョ人生がスタートしたと言っても過言ではありません。で、それまで知っていた音とは全く違ったので、そこからスタートして今の自分が、おります。